はい、こんにちは、マリアです。今日は剣岳に登った時の今回使った天泊的な装備を紹介していきたいと思います。で、泊まりで使ってたのがこのアウトドアリサーチのスターゲイザービビーですね。で、これがいわゆる私が言っていたテント的なやつです。これの商品は本当に皆さんにおすすめできるものではないです。快適性というものを全部捨ててでも軽量化に全振りしたい人にだけおすすめします。あと天候にめちゃめちゃ左右されるので、基本晴れの日しか使えないので、何日か前から結構天気図とか見て、もう完全に晴れだなっていう確証がない限りは山に持っていけない代物ですね。このアウトドアリサーチのブランドなんですけど、これがアメリカのギアブランドで、初めてゴアテックス使ったレインハットを作ったりとか、あとはゴアテックスのゲイターとかを一番最初に作った最新技術とかを素早く取り入れているっていう感じのイメージが強いこのアウトドアリサーチのブランドが作ったこのスタイゲイザイビビーっていうのがめちゃめちゃ面白いんですよ。このビビーシリーズでいろいろあるんですけど、でこの種類のスタイゲイザイビビーに使われている生地が特別なものを使っていて、このアウトドアリサーチが独自開発したセントシェルっていう特別な生地を使っていて、でこの生地が3層構造になってるんですけど、高い糖質性能があるので湿気が強い時期とか雨季とか、あと雪山で結露が出るような時にもこの結露を最小限にできるっていうめちゃめちゃ優れものなんですけど、でこれ1個前のこのビビーの種類だとそれができなかったんですけど、このアセントシェルっていう素材を使うことによって結露しないような素材を開発することができたっていうすごいビビーなんですけど、まず防水性と浸透性っていうのをもう3層構造にさせることで防水もできる上に、生地からこの湿気とか中で多分狭い棺桶みたいなところに人間が入るとこう結露ができやすくなるんですけど、それをさせないっていう、その結露は外に逃がすけど外からは中に水分が染み込むことがないっていう特別な素材なんですね。でビビーって結構最小限の荷物でビバークできるみたいなイメージが強かったんですけど、結構中が広くなってて、今回のビビーがで後で開けてちょっと使ってみたいと思います。でこのビビーが小さいのに結構なお値段するんですね。3万ぐらいするので、その値段が高い理由っていうのがその別な生地を使ってるからちょっと高いっていう感じなんですけど、これがね本当に軽いんですよね。 524g。 それだったらツェルトの方がいいんじゃないかっていう風に思う方もいると思うんですけど、ツェルトだと本体が 200g だったとしても私ポールとか持っていかないので、そのストックとかでポールとペグとで全部合わせると800切るようなツェルトのやつっていうのがねないんですよね。だいたい本体がめちゃめちゃ軽くできてもその付属品とかでだいぶ重くなってしまうので、でもこれ1個だったらもうこれで全部完結できるので、そしたら526って考えたらだいぶ一番軽くて 200g は軽量化できるのでこっちの方がいいかなっていう感じです。次にネイチャーハイクのブランドから、これは商品紹介で提供していただいたものなんですけど、でこれ1回商品説明してるので簡単に使い心地どうだったかっていうのだけ話そうかなと思います。もうこれちゃんと締めてないと結構でかいんですけど、これ紐締めるとめっちゃコンパクトになるので、普段はここをギュッとしてリュックの中に詰めてるんですけど、快適温度が2度で限界温度がマイナス4度なので今回使ってギリギリだったっていう感じですね。で前回ビバークした時にこのシラフ自体が胸のあたりは生地が分厚くなってるんですけど、足に向かうにつれて生地が薄くなるので足の方がちょっと寒くなるので、足元何か別で用意しないとちょっと寒いかなっていう感じでしたね。で旭岳で使った時は夜中の気温がだいたいマイナス1度ぐらいだったので全然普通に眠れる気温だったんですけど、剣岳の時が夜中多分マイナス2、3度いってたと思うので、それよりもちょっと寒かったですね。でも代わりに足元別のものを持ってってたのでもうちょっと快適には過ごせたかなと思います。限界温度マイナス4度なので、凍えてちょっと数時間目が覚めちゃうぐらいで、マイナス2、3度だったらギリギリって感じですね、使うのが。でその足元で使ってたのがこのネイチャーハイクの、またこれは案件じゃないんですけどたまたま
ネイチャーハイクだったっていう。このめっちゃコンパクトで、これが軽さが 60g でこんな感じなので携帯よりもちっちゃい感じですね。本当はテント用のシューズなんですけど、足元が寒いので今回買ってみたんですけど、で結構出すとね膨らむんですけど、こんな感じで足にこれを履いて寝るっていう感じですね。じゃないとちょっと足元がね、本当この寝袋寒くて今回これを持ってったんですけど、足元履いてるとまだマシですね。これが結構あったかいので、値段も2500円とかで安いので、ネイチャーハイクの商品が結構安いのが多いんで、こんな感じで、これがこの小ささにコンパクトになるので、これがエアマットですね。 C2 サミットのウルトラライトの S サイズを使っています。で重さが 380g ぐらいですね。これもコンパクトで結構使い勝手がいいですね。でこれもウルトラライトなので軽量とコンパクトっていうのをもう重要視して作られたもので、デコボコのエアスプリングセル構造になっていて、一層でできているんですけど、この丸がドットがバーって並んでることで、その一個一個のドットが体の重さを吸収することで、結構どんな体勢でもこのマットがしっかり体を支えてくれるようになっています。でこれだけだと横向いたりするとお尻がちょっと冷たくなるので、これ100均で買った耐熱シートですね。こんな感じでちょっと大きいので折って、これをちょっとお尻の下にだけスッと敷くと全然寒くないですね。これはちょっと畳むのがめんどくさいんですけど、こんな感じで。あとは今回私買ったのがキャプテンスタックのアルミのジョイントスコップですね。入れ物は使わずにザックにそのまま入れていくんですけど、こんな感じで入ってて、でこれをこうくっつけて、こんな感じでスコップになるんですけど、結構頑丈なので、こんなアルミなんですけど全然ガタガタ言わないし、でこれがめちゃめちゃ安いんですよね。確か3600円ぐらいかな。でしかも重さが 600g しかないので、とにかく軽量化したかったのでいろんなとこの探してみたんですけど、ブラックダイヤモンドが確か 560g とかであったんですけど、1万円ちょっとするので、40g しか変わらないのに、そこに1万円出すかって言われたらそこまで機能とかが変わるわけではないので、40g に1万円出すよりは3000円ので 600g で十分かなと思ったので、これを今回買いました。でも本当1回しか使う機会なかったので、また来年にって感じですね。これはということで、ちょっと寝袋たちを開けてみます。ちょっと順番に開けていきたいと思います。こんな感じでついてるのが、これとこのなんていうんだ、これはこのプラスチックのこんな感じでここが立つようになっていて、で中開けると一応ここ本当はペグで止めるとピッて止まるんですけど、ペグがね持っていくのめんどくさい。荷物をここになんか重いのをちょっとダンベル置きましょうか。が一番ちょっと重さがありそうなものをここに置いてあげると、でこんな感じで止まったら中にマット、エアマット
ネイチャーハイクのこれ防水機能がついたシートになってるんですけど、これ広げると多分動画の中でも出てきたと思うんですけど、こんな感じで雪山の上とかに、夏も使えるんで夏場とかだったらこれ敷いて荷物この上に乗せて、もちろんテントがないので自分のテントの周りに荷物を置かなきゃいけなくなっちゃうんで、汚したくない人とかこういうのを置いて荷物を置くと便利なので今回買ったんですけど、これ最初空気とか入れれるのかなと思ったら、注ぎ口が空気の入り口がちょっとちっちゃいので口で空気入れないといけないみたいなので、ふーってするだけで結構膨らむので、これをさっき言ってたドット柄っていうのはこれのことですね。でこれ一個一個が重さを吸収するようになってるので、全然雪との接着面とかが少なくなるんで結構あったかいんですよね。これを中に入れます。これ出すと結構でっかいんですよね。でこれがこの胸のあたりが結構分厚いんですけど、こっちの足の方がね生地若干薄くなるので、なんか履いてないとちょっと寒いって感じですね。これを入れて個人的にはこの生地のね触り心地がめっちゃいいんで好きなんですけど、これを入れてお尻の下にこれをちょっと引きます。よいしょ。でこれ足履いて中に入ります。中に入るとこんな感じですね。よいしょ。ほんと寝袋みたいな感じで中に入るので、中入ったらこれを内側から閉めますね。で夏場とかだったらこれをネットだけ閉めてここ開けた状態で夜空とか見ながら過ごせるっていう感じです。雨が万が一降ってきた時はこれをこういう感じで起き上がりながら、で一応この起きたまま作業もできるので、これをかぶったままこういう風にこの辺でご飯食べたりとかは夏はできるみたいです。ちょっと冬はね寒いんでそれできないんで、基本で冬はご飯どうしてるかっていうと、こういう感じで中で寝転がりながらこうなんか食べたりしますね。もう閉めた状態で。あと冬とかだとここの下の寝袋とここの接着面が体当たっちゃうので、ね、横向いて寝るとここだけ微妙に冷たいですあと言わなくても分かると思いますけど、厳冬期使ったら死にます。雪積もったら終わりなのとめっちゃ寒くなるので、これじゃ多分耐えられないと思うので、残雪機のもうほんと気温1度とか
ぐらいの時にしか使えないですね。冬で海外の YouTuber の登山してる人とかが冬山でこれを使ってたので、冬にも使えるんだと思って今回私も導入したんですけど、多分雪山っていうか山で快適に過ごしたいと思ってる人は絶対使わない方がいいですね。あと気象条件とかが結構厳しいので、雨降ったらもうこれ出入りする時に濡れるので、濡れない方法も一応さっき言ったこうした状態で作業して出れば最小限に濡れる量を抑えることはできるんですけど、2、3日晴れるっていうことが確実に分かってる状況じゃないとこれは使えませんね。なんで剣岳雨降ったらもうこれ使えないから私諦めようと思ってたので、それくらい天候に左右されます。2、3日は絶対晴れるのが続くっていうのが確信できない限りはこれは使わない方がいいかなと思います。なんでもうすでにテント持ってて予備でも本当に軽量化したいからこれを持っていくっていう感じですねの方がいいかなと思います。でまずなんでこんなに軽量化するかっていうと、私テント置いて行って戻ってきて荷物回収とかじゃなくて、そのまま全部荷物を背負ったまま行って違うところに降りていくので、岩場とかだと荷物重くなると後ろに引っ張られて危ないので、もうとにかく軽い方がいいんですね。でしかも垂直な急斜面とかをトラバスしていくときに荷物が重いと本当に大変なので、とにもかくにも 100g でも 200g でもいいから軽量化したいっていうので、これをもう快適性なんかいらないからとにかく軽くしたい。しかも寝れりゃいいっていう、別にどんなとこでも基本私は寝れるので、寝れるスペースが快適に作れるんであれば特にそれ以外の不便っていうのは気にならないかなと思ったんでこれを選んだっていう感じですね。天気のいい日、夏とかだったらこうやって上に座って生活できたりするので、冬はね本当におすすめはしないですね、使うのは。で夏とかだったらこの網だけ張って夜空とか見ながら眠れるのでめちゃめちゃ気持ちいいんじゃないかなとは思うんですけど、だから夏あとね1個、人が多いところで使う時は結構外に出て作業するっていうことが多いと思うので、ちょっとね恥ずかしいですよなんで平日かつ人が全然来ない山とか場所で使うんだったらいいですけど、周りにめっちゃ転泊している人がいる中でこれを使うのはちょっと勇気いりますね。なんで結構使う場所限られるものです。今回選んだ装備の基準が、私はもう完全軽量にもう全振りするって決めてたので、それで選んだのがこんな感じのギアです。普段からストック使って山登る人とかだったら絶対ツェルトの方が軽量できるんですけど、そういったもの一切持ってかない方だったら寝る場所とか寝る空間とか便利性とかそんなん全然気にしない、とにかく軽ければいいんだっていう人はビビーの方がちょっとは軽量できる、ツェルトよりは軽量できるのでおすすめかなと思います。普通にもしストック持って上がる人だったら 100% ツェルトの方がおすすめです。じゃあ今日の商品紹介今日の装備説明はこんな感じでした。では剣岳の動画もまたお楽しみに。ありがとうございます。